首と尾が長く、四つ足で大地を歩く巨大な恐竜、竜脚類。地球の歴史で最も重かった陸の生き物たちです。その巨体が2本の後ろ足だけでぐいと立ち上がり、高い木の葉へ首を伸ばす。そんな姿は昔から復元画やイラストでよく描かれてきました。けれども、あれほど重い体で本当にそんなことができたのでしょうか。2025年に発表された一つの研究が、この問いに工学の手法で答えようとしています。しかもそこからは意外な事実が浮かび上がってきました。同じ恐竜でも、立てたのは体が小さい子供の頃だけで、大きくなりすぎると次第に立てなくなっていったらしいというのです。竜脚類が後ろ足で立つという姿は古くから語られてきました。彼らはすべて植物を食べる草食恐竜です。だから他の動物には届かない高い枝の葉を食べるために体を起こしたのではないか。あるいは迫ってくる肉食恐竜に対して体を大きく見せて追い払ったのではないか。そうした想像から後ろ足と長い尾で体を支える三脚のような姿勢がよく描かれてきました。後ろ足2本に尾を加えた3点で大きな体をどっしり支えるという発想です。ただ、これはあくまで想像でした。骨や筋肉がその姿勢に本当に耐えられたのか。そこを確かめるのは簡単ではありません。そもそも竜脚類は生き物としてかなり並外れた存在です。長い首の先に小さな頭を乗せ、丸太のように太い4本の足で何十トンもの体重を支えていました。大きな種になると体重は今の象の何頭分にもなります。首が長く伸びたのはその場から動かずに広い範囲の葉を食べるのに役立ったと考えられています。ただ、これほど特殊な体つきの動物は今の地球には一頭も残っていません。参考にできる生きた手本がいないのです。しかも化石に残るのは硬い骨だけです。その骨が生きていた頃にどんな風に動き、どんな姿勢を支えていたのかは骨を見ただけではわかりません。絶滅した巨人の立ち姿を推し量るのが難しいのはこのためです。今回の研究で主役になったのは南米で見つかった2種類の竜脚類でした。一つはブラジルのウベラバチタン。もう一つはアルゼンチンのネウケンサウルスです。どちらもおよそ6600万年前、白亜紀の終わり頃に生きていました。竜脚類といえば体長30メートルを超えるような超大型種が有名です。それに比べるとこの2種はかなり小柄で大きさは今の象くらい。竜脚類の仲間としては小さめのグループに入ります。とはいえウベラバチタンの生態は体長26メートルほどに達したとも見積もられていて、ブラジルで見つかった恐竜の中では最大級です。小さめといっても私たちの感覚からすれば十分に巨大な生き物です。では、絶滅して何千万年も経った動物が後ろ足で立てたかどうかをどうやって確かめるのでしょうか。研究チームが持ち込んだのは恐竜の研究とは畑違いに思える工学の手法でした。名前を有限要素解析と言います。これは橋やビル、機械の部品などが力や熱にどこまで耐えられるかを調べるときに広く使われている計算の方法です。仕組みはこうです。調べたい構造を細かな小さな部品の集まりへと分割します。その上で力が加わったときに一つ一つの部品がどれだけ引っ張られたり押しつぶされたりするのかをコンピュータで計算していきます。
端のどこに負担が集中するのかを設計の段階で見つけるのと同じ考え方を今度は恐竜の骨に当てはめたわけです。調べる相手に選ばれたのは太ももの骨でした。専門的には大腿骨と呼ばれる後ろ足の付け根から伸びる体を支える太い骨です。2本の後ろ足で立ち上がるとき、上半身の重みを最後に受け止めるのがこの骨になります。だからこそ立てたかどうかを占うのにうってつけの部位でした。研究チームは系統も大きさも体の作りも様々な7種類の竜脚類を選びます。そして世界各地の博物館に収められた化石をもとにそれぞれの太ももの骨をコンピューターの中でデジタルの立体として組み直しました。南米の小さな2種から桁違いに大きな超大型種まで太さも形も違う骨を並べて同じ物差しで比べられるように整えたのです。ところでなぜわざわざ7種類もの竜脚類を調べたのでしょうか。もし1種類だけを見てもその恐竜がたまたま立ちやすい体だったのか、それとも竜脚類みんなに共通する特徴なのかを見分けることができません。そこで研究チームは進化の系統も体の大きさもあえてバラバラな種を幅広く選びました。小柄なものから桁違いに大きな超大型のものまでを一度に並べ、全く同じ計算にかけていきます。そうすることで体の大きさと後ろ足で立ちやすいかどうかの間にある関係を竜脚類という大きなグループ全体の傾向として浮かび上がらせようとしたのです。一本の骨をただ精密に測るのではなく、たくさんの骨を横に並べてその違いから共通の傾向を読み取る。今回の研究はそういう組み立てになっていました。立ち上がった時、太ももの骨にかかる力には大きく2つの種類があります。研究チームはそれぞれを別々にシミュレーションしました。一つは外から加わる力です。地球の重力と恐竜自身の体重、後ろ足で立てば上半身の重さがずしりと骨にのしかかります。これを外からの力として計算しました。もう一つは内から加わる力です。体を起こし、その姿勢を保つためには足の筋肉が骨を強く引っ張らなければなりません。この筋肉が内側から骨にかける力も別に計算します。そして外からの力と内からの力、この2つを重ね合わせることで立ち上がった時に骨が受ける負担の全体像を種ごとに見積もっていきました。7種類を比べた結果、太ももの骨にかかる負担が最も小さかったのがあの南米の2種でした。ブラジルのウベラバチタンとアルゼンチンのネウケンサウルスです。理由は骨の作りにありました。この2種は体の大きさの割に特に頑丈でがっしりした太ももの骨を持っていたのです。太くて丈夫な骨は立ち上がった時に生まれる力を一点に集めることなくうまく全体へ逃がすことができます。負担を分散できる分無理なく立っていられる。研究ではこの2種は後ろ足だけで立つのが特に得意な体の作りだった可能性が高いとされています。骨と筋肉の作りが比較的楽に、そして長く二足で立つことを許していたようです。では、なぜ体が大きくなるほど立つのが苦しくなるのでしょうか。ここには大きさそのものが生む避けられない壁があります。ある動物が同じ形のまま背丈も幅も2倍になったとします。すると体重はおよそ8倍にまで増えます。
長さ、幅、高さの3つが同時に効いてくるためです。ところが、その重さを支える骨の太さ、つまり断面積の方は4倍にしかなりません。増えていく体重に骨の強さが追いつかないのです。この関係は2乗3乗の法則として知られていて、体を大きくするすべての生き物に等しくのしかかる制約です。だから、体が大きくなるほど、たとえ同じ姿勢をとったとしても、骨が受ける負担は相対的に重くなっていきます。巨大な竜脚類が二足立ちで苦労したのも、根っこにはこの壁があったのだろうと考えられます。一方で、体が桁違いに大きな超大型種は事情が違いました。もちろん、彼らの太ももの骨もそれ自体は巨大です。足を動かす筋肉も途方もなく大きい。それでも、あまりに重い体重を支えるには十分とは言えなかったのです。立ち上がれば、太ももの骨には強い負担が集中します。ただし、これは立てなかったという意味ではありません。研究者は、大きな種も立ち上がること自体はできただろうと述べています。ただ、その姿勢はかなり苦しいものだったはずだというのです。だとすれば、大きな竜脚類はいつでも気軽に立ったわけではなく、本当に必要な時を選んで、短い間だけ体を起こしたのだろうと考えられます。立てるけれど、長くは無理。そういう体だったと見られます。ここで、今回一番興味深い点が出てきます。実は、研究で解析されたウベラバチタンの骨は、まだ育ちきっていない若い個体のものでした。この若い個体は、後ろ足で立つのに、とても向いた体をしていました。ところが、同じウベラバチタンでも、大人まで育ちきった生態は、話が変わってきます。大人になれば、体重ははるかに重くなります。研究者は、生体のウベラバチタンは、他の超大型種と同じように、二足立ちで強い負担を抱えたはずだ、と指摘しています。つまり、同じ種類の恐竜でも、体が小さい子供のうちは楽に立てたのに、成長して大きくなるほど、立つのが難しくなっていった、ということになります。大きくなりすぎると、もう後ろ足では立てなくなる。子供の頃だけの身軽さだったのかもしれません。そもそも竜脚類は、なぜ苦労してまで後ろ足で立とうとしたのでしょうか。研究ではいくつかの理由が考えられています。まず、食事のためです。竜脚類は葉を食べる草食恐竜ですから、体を起こせば他の動物には届かない一番高い枝の葉に口が届きます。次に、繁殖のためです。オスがメスに乗って交尾するときや、相手の気を引くために体を大きく見せて誇示するときにも、立ち上がる姿勢が役立った可能性があります。そして、身を守るためです。上半身を高く持ち上げれば、体は一層大きく、威圧的に見えます。迫ってくる捕食者をひるませることができたかもしれません。食べるため、子孫を残すため、身を守るため、立ち上がるという行動には、それだけの見返りがあったのだろうと考えられています。ここで、一度立ち止まっておきたいところがあります。研究チーム自身が、この方法にはいくつか見ていないものがある、と正直に断っているのです。例えば、軟骨です。骨と骨のつなぎ目には、クッションの役目をする柔らかい軟骨があります。この軟骨は、力をかなり効率よく逃がしてくれる可能性があるのですが、今回のシミュレーションには含まれていません。もう一つは、尾の支えです。三脚のように尾で体を支える力も計算には入っていません。
しかも、7つの標本のどれについても軟骨を調べていないため、その役目はどの種でも同じくらいと仮定しています。だからこの手法は、ある一頭の正確な数字を出すためのものではなく、種と種を並べて比べるのに向いた道具なのだ、と研究者は説明しています。絶滅した動物がどんな姿勢で暮らしていたのか、それを直接見ることはもう誰にもできません。現生の竜脚類は一頭も残っていないからです。だからこそ、この研究は慎重に断定を避けながら進められました。それでも化石の骨と橋の設計にも使われる高額の物差しを組み合わせることで、6600万年前の巨大な体がどんな風に暮らしていたのかに少しずつ手が届いていきます。首の長い巨人たちは、後ろ足で立って高い葉を食べ、体を大きく見せて身を守っていたのかもしれない。ただし、その力は、体が小さい若いうちのものでした。大きくなりすぎると、もう立てなくなる。恐竜たちの意外な一面が、太ももの骨をめぐる計算から静かに浮かび上がってきたのです。